30万円だと？ふざけるな。4人でビール1本頼んだだけじゃないか。こんなぼったくりば、警察に訴えてやる。面白い。訴えてみろやおっさん。うちにはバックにヤクザの熊物組がついてんだぞ。お？ふらっと入った地下のバーで、まさかあんなことになるなんて。俺の名前は竹内啓太。IT 業界で注目を浴びているベンチャー企業へ転職してきて半年のエンジニアだ。前職は大手電機メーカーに勤務していたが、赤字続きで業務を縮小し、タイ料理ステラを断行するというので転職を決断した。妻のひろみは子供を出産したばかりで俺の転職に反対だった。これから子供を育てていかなくちゃいけないのに、大手メーカーにいた方が安心だわ。先のことを考えたら転職した方がいいんだ。俺の才能をきちんと評価してくれる会社で働きたいんだよ。わかったわ。この子のためにも頑張ってね。もちろんだよ。ひろみと子供を困らせるようなことはしない。約束する。こうして俺は積極的に転職活動をして、IT 業界で最も注目されているベンチャー企業に移ることができたんだ。だが、半年経っても、俺は目立った実績を上げていない。それどころか、プロジェクトの足を引っ張ることが多く、ねえねえ、なんで竹内さんみたいな人を中途採用したのかしら。あの人、容量が悪いのよね。女子社員のそんな噂が耳に入った日は、とことん落ち込んだ。もともと俺は不器用なところがあり、新しい仕事に慣れるまで時間がかかる。会社側もその点は理解してくれているのだが、部長の立花だけが俺に厳しいのだ。そろそろ半年だが、まだ成果が上がらないってことは、お前の能力の問題じゃないのか？申し訳ありません。だいぶ仕事に慣れてきましたから。立花部長に頭を下げ、なんとかその場はしのいだ。容量が悪い分、俺は同僚よりも早く出社し、遅く退社していた。そうやって、なんとかプロジェクトの足を引っ張らないで済むように努力していた。だが、その疲労が少しずつ溜まって、家庭での会話が少なくなっていった。ねえ、ケイタ、今度の日曜日に遊園地へ行かない？この子が生まれてから一度も外出してないのよ。今度の休みか。ああ、ごめん。新しいプロジェクトの準備があるから、休日出勤しなくちゃならないんだ。本当にごめん。あ、そう。いいわ。私一人でこの子と行ってくる。次の日曜日、休日出勤した俺は、新プロジェクトの準備を早く終わらせることができた。急いで帰宅して、久しぶりに家中を掃除し、唯一俺の得意な料理のカレーライスをこしらえて、ひろみと子供の帰宅を待つことにした。たまには家庭サービスをしなくっちゃ。ところが、夜の8時を過ぎても、ひろみと子供は帰ってこない。何かあったのかもしれないと思って、心配していると、携帯が鳴った。もしもし、ケイタ？今夜は実家に泊まるから。え？そんなこと聞いてないぞ。私疲れちゃったの。しばらく実家でお世話になるつもりだから、お仕事頑張ってね。おい、ひろみ。一方的に切られた携帯を、俺は呆然と見つめた。こんなことは初めてだ。このままでは家庭崩壊、そして離婚。そんな悪い予感が頭をよぎった。俺の転職は間違っていたのか？やっぱり大手電機メーカーを辞めない方が良かったのか？家庭でも仕事でも行き詰まっていた俺は崖っぷちに立っていた。立花部長は俺に最後通告を突きつけた。竹内、今度のプロジェクトからお前を外すからな。ちょっと待ってください。俺が企画して準備したプロジェクトじゃないですか。やらせてください。大事なクライアントなんだよ。一日でも遅れたらパーになるんだ。今度は大丈夫です。必ずスケジュール通りに。つべこべ言うな。
今日からお前は営業回りだ。能力のないやつは足で稼げ。さすがの俺も切れた。思わず拳を握りしめたとき、後ろから声がかかった。部長、今度のプロジェクトリーダーは私です。竹内くんのことは私に預けてくれませんか？先輩社員の春さんだった。春さんは俺より3つ年上で、企画部から事業部へ移動してきたばかりである。能力と実績が認められて、今度のプロジェクトリーダーに抜擢されたのだ。春が保証するって言うんだな。いいだろう。その代わり、1日でも遅れたら、責任取ってもらうぞ。こうして俺は、首の皮一枚で、プロジェクトに残ることができた。春さん、すみません。俺のために。何言ってんだ。今度のプロジェクトには、啓太が必要なんだよ。もっと自信を持て。春さんは、持ち前の明るさで、俺の肩をポンと叩いて笑った。春さんの指導で、プロジェクトは順調に進んだ。俺の苦手な分野を、春さんは的確にアドバイスしてくれた。経験豊富な春さんのおかげで、俺は本来のスキルを存分に発揮することができたんだ。春さんを頼りにしたのは俺だけじゃない。他のエンジニアたちも春さんのアドバイスによって見違えるような成果を上げたのである。そして新しいプロジェクトはスケジュールよりも1日早く完成し、クライアントに納品することができたのだ。部長、みんな頑張ってくれたので、今夜は慰労会をやろうと思うんですが。春さんが提案すると、立花部長は不機嫌な顔でデスクを叩いた。スケジュールを守れって言ったはずだぞ。ええ、だからみんなで頑張って。1日早く完成させて納品しただろうが、クライアントの契約を破ったんだよ、お前たちは。明らかに部長の嫌がらせだった。困惑する春さんを見て、俺は思わず声を上げた。しかし、早めの納品は問題ないと思いますが。なんだと？竹内、貴様は俺に逆らうのか？すると春さんが部長に頭を下げて、その場を収めた。申し訳ありません、部長。今後は契約通りにプロジェクトを進めますので、お許しください。その夜、俺と春さんは安酒場で二人きりの慰労会をした。なんで立花部長は春さんに突っかかるんですかね。実はな、以前にあることで俺と部長はぶつかったことがあるんだよ。春さんの話によると、数年前にある案件をめぐって誤解が生じたという。その案件は立花部長が長年温めていたアイデアを企画書に仕上げたもので、新規プロジェクトとして実現したのだった。ところが、陣頭指揮に立った副社長の相原が、春さんのアイデアだと勘違いしたのである。てっきり部長は、春さんに裏切られたと思い込み、それ以来、春さんを目の敵のように扱ってきたという。ただの誤解なのに、春さんを恨み続けるなんて、執念深いですね、部長は。俺って根っから明るいから、誰とでも仲良くなれるだろ。そんなとこも気に食わないんじゃないか。ははは。あっけらかんと笑う春さんに、思わず俺は家庭のことを相談してしまったのである。そうか。奥さんが子供を連れて実家へ行ったきり帰ってこないのか。すみません。つまんない相談なんかして。わかった。今すぐ奥さんに電話して。俺は自分の携帯を取り出し、ひろみに電話した。すると春さんが携帯を奪い取って、何やら話しながら店から出て行ったのだ。10分ぐらいして、春さんは何事もなかったかのように店に戻ってきて、俺に携帯を返してくれた。いい奥さんじゃないか。ひろみのやつ、春さんに失礼なことを。大丈夫、大丈夫。さあ、もう一度乾杯しよう。春さんとひろみの間でどんな会話があったのかわからないまま、その夜は遅くまで酒を酌み交わしたのだった。
翌日、仕事を終えて帰宅すると、ひろみが子供を連れて戻っていた。しかも、俺の大好物のロールキャベツを用意して。俺は子供をあやしながら、ひろみに聞いてみた。ゆうべ、はるさんと何を話したんだよ。はるさんが謝ってくれたの。ケイタが仕事でストレス溜まったのは、私のスケジュール管理のやり方が悪かったからって。はるさんがそんなことを？ケイタはとっても優秀なエンジニアだから何も心配いりませんって。今後は定時できっかり帰宅させますって。俺は涙が吹き出しそうになるのを必死にこらえた。その夜の夕食は楽しかった。ひろみの手作りのロールキャベツを食べながらワインで乾杯をした。はるさんという素敵な先輩のおかげで家庭崩壊を食い止めることができたのである。ある日、副社長の相原から会食の誘いがあった。クライアントからプロジェクトの結果を評価され、その報告を兼ねて食事をしたいというのだ。副社長から招待されたので、俺は内心舞い上がった。だが、そんな俺に春さんがそっと囁いた。ケイタ、今夜は地獄だぞ。何を言われても我慢しろ。いいな。どういうことですか？会食中にその謎が解けた。相原副社長が食事しながら、俺と春さんに説教を始めたのである。ベンチャー企業が発展するかどうかは、優秀な経営者と忠実な社員がいるかどうかで決まるんだ。竹内くん、春さん、君たちはまだまだ甘いぞ。忠実な社員というのはな。副社長の説教は延々と続いた。実は社員を説教するのが副社長の趣味だったのだ。優秀な社員であろうと、ダメ社員であろうと、副社長は会食に誘った社員に必ず説教を垂れたのである。立花部長はそんな副社長のご機嫌を取るため、俺と春さんを生贄にしたってわけ。相原副社長に説教されて辞めていった社員が何人もいるということだった。それを知ってる春さんは何を言われても我慢しろと俺に忠告してくれたのだ。副社長の説教はようやく終わりに近づいた。ということだ。わかったかね。春さんは神妙な顔をして副社長に礼を言った。貴重なお話をありがとうございました。これでやっと解放されると思って、俺はほっとした。ところが、部長の立花が副社長をよいしょした。副社長、そろそろ二次会へ。この二人には、まだまだ副社長のお説教が必要ですよ。そうか。よし、今夜は徹底的に愛社精神を叩き込んでやろう。こうして俺と春さんは、さらに副社長の説教を受ける羽目になった。二次会の店を探して繁華街を歩いていると、副社長は怪しげな客引きに引っかかってしまったのだ。ビルの地下にあるバーに連れ込まれた俺たち一同は、けばい厚化粧の女たちに取り囲まれた。さすがに説教するどころではなく、相原副社長はビールを一杯頼むと、立花部長に会計を命じた。ナイダリーと柄の悪い店員が明細書を突きつけた。それを見た副社長の顔が引きつった。30万円だと？ふざけるな。4人でビール1本頼んだだけじゃないか。立花部長も声を荒げた。こんなぼったくりは警察に訴えてやる。すると、凶悪な顔つきに一変した店員が低い声で立花部長に囁いた。面白い。訴えてみろやおっさん。うちにはバックにヤクザの熊物組がついてんだぞ。おう。ヤクザと聞いて立花部長も相原副社長もビビりまくった。そして副社長は財布からキャッシュカードを取り出そうとすると、春さんがそれを止めた。店員が春さんを睨みつけた。なんだこの野郎。
文句あんのか？ハルさんは冷静な態度で店員に言った。すまないが、熊物組の組長をここへ呼んでくれないか？なんだと？ふざけやがって。組長がわざわざこんなところへやってくるわけねえだろ。じゃあ、私が呼び出しましょう。と、ハルさんは携帯を取り出して電話をするのだった。数分後、ぼったくりバーに一人の男が現れた。見るからにその筋の人間とわかる雰囲気をまとっている。男の顔を見て、店員はガタガタと震え出した。組長。てめえか？俺のダチのハルさんにイチャモンつけてるのは。ハルさんが呼び出したのは紛れもない熊物組の組長だったのである。店員は取り巻き連中に連れて行かれた。迷惑かけたな、ハルさん。久しぶりだな、組長。熊物組の組長とハルさんは実家が隣同士の幼なじみだった。幼稚園から中学校まで一緒に通った仲だったのである。二人は正反対の人生を歩んだが、幼なじみの絆は今もつながっていたのだ。副社長は正規の金額を払い、店を出た俺たちは解散した。それからというもの、立花部長の春さんへの嫌がらせはなくなった。俺に対しても見下すような真似はしなくなり、すっかりおとなしくなったのである。相原副社長は横領している事実がバレてクビになり、立花部長も協力していたことが分かり、自ら退社していった。噂によると、熊物組の組長が横領の事実を掴んでおり、密かに警察へ通報したらしい。その後、春さんが事業部長に抜擢されて、俺たちエンジニアは生き生きと働けるようになった。それにつれて会社も発展し、俺はプロジェクトリーダーを任されるようになった。ヒロミに報告すると、転職してよかったね、ケイタ。春さんみたいな先輩に恵まれて。うん、新たな目標ができたよ。俺も春さんのような社会人になるように頑張るから、これからもよろしくな。俺は子供をあやしながら、ヒロミの手を握りしめた。